笠原さんは今お水の研究にご尽力されていらっしゃいますけれども、お水に注目されたのはどうしてですか？そうですね。皆さんはお水という言葉を聞いて何を連想しますかね。まず真っ先に連想するのは何ですか？水。川。川。川は止まっていないですよね。止まっていないですね。常に流れ続けていますよね。あれってでも不思議じゃないですか。よく考えてみると。雨は毎日降らないですよね。なのに川はとうとうと常に流れ続けているのって、なんとなく概念的に地球人的な概念から言ったらとっても不思議じゃないですか。例えば大雨が降った後とか、日照りが続いたり、よほどでなければ川の水位ってそんなには変わらないじゃないですか。そして常に片時もとどまることなくとうとうと流れているお水って言い換えれば私たちの体の中を絶えず流れ続けている血液と同じなんですね。なるほど。で川っておっしゃったから今そういう話をしているんですけれども、お水は常に形だけではなくて、お水三体っていうのはね、皆さん有名でよく知っている、小学校でも知っている、話です。つまり液体、固体、そして気体というこの3体があります。最近ポーラック先生という博士がですね、4体目ゲル状のお水というのを発見しましたけれども、宇宙では最低でも7体を使います。でもう一つ、お水という認識は皆さん持たれないと思いますけれども、プラズマというのはもともとは水です。お水は電気通しますよね。つまりお水というこの状態から急速に200度以上の熱を加えてあげると、お水の分子は電気を帯びます。これがプラズマです。でこうした形もお水というふうに私たちは認識しているんですね。でこのお水はなぜ重要なのか。もちろんその川という発想から生まれてくる、どうもこのお水がこの惑星を循環しているこの水というものがまるで人間の体の中の血液であるかのように何かを運んでいるというイメージができないですか。本来だったら山というのは貯水タンクのようなものなんですね。でこの山が余分に降った雨を溜めておいてくれて、で逆に日照りが続いた時にそのお水を一気に放出してくれる。そんな風にして川から流れていくお水は常に一定の水量を保つように山がちゃんと調整をしてくれてるんですけれど、ところが最近は自然界をいろいろと人間が手を加えて、ダムを作ったりとか、他にも木を伐採してしまったりとか、木を伐採することそのものがいけないと言っているわけではないですけれども、やはり自然界のメカニズムがどうなっているのかということを考えもしないで勝手に植えてしまったり、あるいは切ってしまったり、そんなことを続けているうちに山の力がなくなってきているんですよね。だからあちこちで大規模な崩落が起きたり、あるいはもちろん鉄砲水とか土石流とかすごく増えてるじゃないですか。で川の水ということから言うと、どうもこのメカニズムがあって、この川だけではなくてね、川はやがて海に流れ着くじゃないですか。で海のお水は蒸気化して雲となって、そしてまた雨が降るというような循環が常になされているわけですよね。でこれは我々の体に例えてみると血液の流れと同じような効果があったり、私たちは液体っていうと白い液体も黄色い液体もそして赤い液体も持っていますけれども、お水の場合は白ですよね。でこの白が濁るということが実はないんですね。これはねとても不思議なことなんですけれども、最近の水害ってお水が泥水になってるでしょ。
これはね、いかに人間が余分な手を加えているかということの証明なんです。で、もし人間が手を加えずに自然界がちゃんと秩序を守ることができていたら、洪水が起きてもお水はね、濁ってないんです。クリアなお水がただ溢れてるだけになるんですよ。そうなんですね。ですからこのお水を見れば、この大地がいかに秩序を失っているかとかっていうことが一つはわかるんです。で、これは大きい世界です。でもお水には3体というのがありますね。一つは液体ですし、さっき蒸気となってって言いましたけれども、これは気体ですし、そして凍ってしまったら固体になりますし、最近は、ポーラック先生という科学者が、4体目、つまりゲル状のお水があるということを、発表されていますけれども、それ以外にも実は我々は全部でだいたい7体、最低でも7体のお水を認識してこれを使い分けるというテクノロジーを持っています。ですから地球でもこれから別の形のお水を見つける科学者たちが出てくると思いますけれども、で、今度はこのお水の小さな世界に入っていくと何が起きているか。で、最近皆さんどなたでも大体の方がね、お水は記憶するというようなことをご存知だと思うんです。はい。